つて言葉も火も持たず、ただ森で獣のように生きていた種族がいました。アニムセン。アニマツリーから知恵を授かった。たった5人の半獣の若者からこの国の歴史は始まりました。彼らは過酷な新石器時代を生き抜き、血で血を洗う中世の大戦を乗り越えました。宿敵兵石との戦いの果てにつかみ取ったのは、かつてない平和と予号音による懸命なる統治です。今や山賊や蛮族の影に怯える日々は過去のもの。神は終わりのない発展と繁栄を謳歌し、国はさらなる道を求めて新たな時代の門を叩こうとしています。アニムセンの故郷、この光る谷にも今また新しい風が吹き込もうとしていました。驚いたな。朝露に濡れた花かと思った。君だったのか。その髪飾り、君の澄んだ瞳の色をより一層引き立てているよ。まあ、イルゴ様、相変わらずお上手なんですから。騎士団長様がこんなところで油を売っていてもいいのかしら？君のような美しい人を前にして素通りなんてできないさ。どうだい、この後俺と森で散歩でも。イルゴ様、後ろ。後ろ？イルゴ様。サノ、これはだな、その最いや、失敗。なあゾロ、後でサノの機嫌を直しておいてくれよ。自分でやれ。離れも遅れば許してくれるからな。サロはどんな花が好きかな。知るか。冷てえな、お前の妹じゃないか。妹の好きな花も知らないのかよ。どうせ今回も数日後には勝手に仲直りしているんだろう。それは俺がいつも謝り倒すからな。何度同じことを繰り返せた気が済むんだ、お前たちは。まあそう怒るなよ。まったく、サロもなんでお前なんかがいいんだか。おい見ろよ、密偵長のゾロだぜ。あんま見るなよ、目つけられたら怖いぞ。相変わらず君が悪いよな。聞こえてるぞ、てめえら。すみません。いちいち相手にしなくていい。俺は気にしてない。お前が気にしなくても俺が気にするんだよ。まったく、お前もさ、愛想なさすぎなんだよ。ゾロ様、これ、サービスよ。どうも。おい、今のは絶対アピールだろ。追いかけろよ、この鈍感。やめておく。なんでだよ。彼女は市場のパン屋の息子と婚約中だ。なんでそんなこと知ってんだよ。仕事柄。お前さ、少しは人生楽しんだら好きな女の一人もいないのか。特にいないな。密偵なんかやってるからだろ。人の裏側ばっかり見てるからそんな風になっちまったんだな、哀れなやつ。余計なお世話だ。仕事があるからもう行くよ。おう、またな。サロへのフォロー頼んだぞ。イルゴ、サロを泣かせたら殺すからな。お前が言うと冗談に聞こえねえんだよ。冗談だよ。じゃあな。あいつあんなんで生きてて楽しいのかね。密偵なんかやめちまえばいいのに。
ただいま。やっぱり故郷の空気は格別だね。キャラバンから戻ると、この森の匂いに一番ホッとするよ。おかえり。ライラ、ちょうどよかったわ。今からブリオのところへ行くんだけど、一緒に来てくれる？ブリオおじさんのところを、もちろんいいけど、何かあったのを？最近ちょっとね、具合が悪いの。病気？薬ならキャラバンでいいやつを仕入れてきたけど。病気っていうのとは少し違うのよ。ライラ、あなたも知っての通り、ブリオはずっとアニマ様の力でみんなの怪我や病気を治してきたでしょう？おじさんの手にかかれば、どんな怪我だって魔法みたいに。あれはね、自分の生命力を少しずつ削って、それを人にあげていたようなものなの。そう、だったの？でも、ほんのちょっとなの。若い頃なら、回復も早かったけど、年も取ったし、その余力がもう、底をつきかけているのね。最近分かっているのもやっとなくらい、衰弱しちゃって。知らなかった。だから、もう治療は他の人に任せて、アニちゃんのそばで、ゆっくり静養してもらおうってことになったんだ。多分、もう長くないから、会えるうちに会ってあげてね。ライラ、戻ってたのね。兄、今日戻ったよ。お父様に会ってくれたのね。ありがとう。私、何も知らなくて、ごめんね、兄。謝らないで。お父様のライラが顔を見せてくれて、きっと喜んでいるわ。明日もまた、会いに来るよ。そうだ、頼んでた例の件、どうだった？ごめん、今回も収穫なしだった。そう、やっぱり、そうよね。次は、もうちょっと遠くまで行ってみるよ。教会に近いところまで行けば、ひょっとしたら。ライラ、あまり無理をしないで。あなたはキャラバンの隊長なのよ。あくまで交易のついで、手がかりがあれば、という程度でいいの。でも、このまま他のアニム船が見つからないと困るんでしょう？それは、そうだけど。このままじゃ、いつか、誰もアニマツリーの声を聞けなくなっちゃう。それだけは、絶対に避けたいの。アニちゃん、ブリオは寝たから。ありがとうございます、おばさま。そういえば、バズは何してるの？相変わらず、研究室に引きこもり？もちろんよ。最近はまたロゴくんと二人で何か始めようとしてるみたい。陛下とバズってほんと、仲いいよね。そうね。でもロゴくんも王様なんだから、あんまり危ないことに付き合わなきゃいいんだけど。よし、接続完了。絶縁体も補強したし、今度こそ爆発はしないはず。多分ね。バズ、いつまで待たせる？いい加減腕がしびれてきたんだが。ごめん、もうちょっとその端子を持ってて。それよりさ、ロゴくんの雷は出力が極端なんだよ。戦場じゃないんだから、もっとこう優しく雷を流してくれる？無茶を言うな。これは攻撃用の力なんだぞ。まあいい、抑え気味にすればいいんだな。よし、行くぞ。受け取った。安定化回路作動。蓄電セル充填率40、60、80。今だ。光った。大成功だ。見てよ、これが電気だよ。すすも出ない。油もいらない。ロゴくんの雷を変換して蓄電池の中に閉じ込めたんだ。すごいな。俺の雷がこんな穏やかな光になるなんて。干渉に浸るのは後にしてさ。この調子で隣の部屋にある予備のバッテリーのチャージも頼むよ。はあ、あれを全部だと。そうだよ、街中に明かりを灯すには全然足りないんだ。ロゴくんが毎日 2、3 時間くらいここで充電してくれれば、アニマ広告は不夜城になれる。名付けて人間発電機計画ロゴジェネレーターだ。ふざけるな。俺は王だぞ。発電機じゃない。
ケチだな。ロボくんが疲れた時のために火力発電機も試作中なんだけど、こっちは石炭を食うからコスパが悪くてさ。やっぱりロボくんの方がエコロジーだよ。やかましい。さっさとその火力発電機を完成させろ。毎日こんなところで働かされてたまるか。わあ、明るい。なんて明るいんだ。見てよ、火じゃないのに燃えてる。いちいち油を差しに回らなくていいんだね。信じられない。なんて便利なんだろう。結局バズのやつに3時間も付き合わされた。腕がまだピリピリする。ふふ、お疲れ様です。陛下。でも見てください。この光。まるで地上に星が降りてきたみたいですわ。こんなの生まれて初めて見ました。あ、そうだな。初めてアニマツリーからこの雷の力を授かった時、俺は絶望したんだ。これは人を殺すための力だ。俺は一生殺し続ける運命なんだと。陛下。それがどうだ、バズの機械を通しただけでこんなに暖かい光に変わった。あなたのその力はきっとこれからも多くの人を救うはずですわ。そうだな、そうであることを願うよ。嬉しそうですわね。あ、お前に初めてチェスで勝った時くらいな。いや、違うか。やっぱりあの時の方が嬉しかったな。まあ。ええな。父上。セアラ、まだ起きてたのか。お部屋が暗くて怖いです。お前もう10歳だろう。なぜ一人で寝れない？だって隅っこの方が黒くて何か怖いのが。寝るんだから部屋が暗いのは当然だ。そんなことで泣いてどうする。自分の部屋に戻れ。いやー、一人は嫌です。父上。クソ、今日だけだぞ。一緒に寝てやるから、分かったら泣くな。はい、ありがとうございます、父上。今日も乾杯でしたわね、陛下。また上がった。教えてカタリナ、リセットの敷地はいくつなの？状況によります。変数は常に変動しており、固定された数値ではありません。ずいぶんいい加減なのね。世界の終わりを左右する数字なのに。心配には及びません。リセットはある日突然世界が消失するわけではありません。数年をかけ、天変地異や外的要因を伴い段階的に実行されます。ちっとも嬉しくないわ。ゆっくり殺されると言っているのと同じよ。一致率はどうやったら下がるの？下げるという概念は適切ではありません。どういうこと？通常一致率は不可逆です。文明が獲得した情報は消去されず蓄積され続けるためです。下がらない。つまり文明を発展させるのをやめなければ上がり続けるということ？止めることは不可能です。一度芽吹いた植物を生かしたまま成長だけを止めることはできません。なら結末は一つしかないじゃない。私たちがどれだけあがいてもリセットという断頭台に近づくだけ。それがこのサイクルにおける世界の原則ですので。もういいわ。あなたに聞いたのが
無駄だった。兄の精神負荷が敷地を超えようとしています。これ以上のストレスは被験体の損壊を招きます。それが何か？ストレスを与えなくても観測はできます。彼らなら今度こそたどり着けるかもしれないのに。あなたはまだ個体に期待を抱いているのですか？学習能力が低いですね。業務に戻ってください。はい。そんなことだからインターフェースを交代させられるんですよ。カタリナ、